何回でも似たような現象が起きる、再現性がある。姿をあえて見せている、見てくれとアピールしている、何らかのやらせじゃないか。演出ですね、言わざるを得ない。登場的な要素見つかってないという私は言ってる。確実な証拠をされたというふうには見えないんですけども、それは制作陣の手抜きです。この真実を暴くのはあなたです。大都市東京、多くの人が暮らす街。その中にある世田谷区三軒茶屋、住みたい街ランキング上位に名を連ねる人気の住宅地でもある。渋谷に近くおしゃれな街、トレンディーな街などと語られることも多い。その街の一角に立つビル、その中にある芸能事務所の稽古場では日夜問わずポルターガイストが起こるというのだ。ポルターガイストとは、特定の場所において誰一人として手を触れていないのに物体の移動、物を叩く音の発生などが繰り返し起こるとされる、通常では説明のつかない現象のこと、いわゆる心霊現象の一種ともされている。この場所で起こる現象は、天井の照明が明滅、壁にあるホワイトボードが揺れる、鏡から水が噴き出す、それ以外にも謎の人影、白い手などが現れるというのだ。誰もが行くのを拒絶する心霊物件。そこに角由紀子が徹底潜入。ここで起こる心霊現象が本物なのか嘘なのか、さまざまな角度から検証していく。果たして心霊現象を捉えることができるのか。失礼します。今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。日本一の幽霊物件、横澤プロダクションオーナーの横澤ジョージさんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらには何年スタジオを構えてらっしゃるのでしょうか。はい、かれこれもう30年ですね。1992年からですので丸30年になります。丸30年こちらに、はい、います。いらっしゃる。はい、そこではどんな怪奇現象が。一番のきっかけはスクエアっていう、はい、まあ、高齢術の一種ですよね。はい、はい、その高齢術をやった劇団員がいまして、はい、真っ暗でやる高齢術なんですけども、はい、電気をつけちゃったもんなので、その時にもうなんか落とし出してきましたけども、ここで魔法円を描いてたので、はい、魔法円の中をバーッと白い男の子がはい走り回っていたんですね。はい、それでも僕らは初めて本体を見たので、はい、うわーっとなってしまった、その鏡に走り逃げていった時に、乾いた音でパンっていう音がしたらいなくなっちゃったんですね。あ、鏡の中に入ったってことですか。鏡の中に入ったってことです。ここの鏡。はい、それでそこから、劇団員はじめ、僕も含めて本体を見るようになったっていう、本体というのは幽霊のその人、はい、人の形そのもの、人の形そのものです。はい、全身ですね。はい、その少年の幽霊ですか。はい、少年の幽霊で立ってる時もあれば体育座りしてる時もあれば、それはどこで見るのかっていうと、今鷲見さんの左手の奥にある鏡のところの付近ばかりで、目撃がされます。何人ぐらい計見られていらっしゃるんですか。もう延べで言えばもう100人は軽く超えてます。100人。はい。1日目、ここから一番ピークが12時を過ぎて2時ぐらいということなので、
だいたい2時3時4時ぐらいまで粘っていこうと思います。まずはちょっとその、幽霊を呼び寄せる幽霊召喚機というものを持ってきましたので、それをオンに しようと思います。19Hz の音が流れるものなんですけれども、これが流れた状態で音を小さくします。ただこれはずっと流しっぱの状態にしておきます。まずやっぱり幽霊が出るこれまでの経験上では怖い話をしたりですとか、幽霊について語るっていうことが一番呼び寄せるきっかけとなっている感じがするので、横澤ジョージさんがウェブサイトのトカナに寄稿した連載の一部を読み上げていこうかなと思います。稽古場野球というのはかつての連載でも述べたが室内野球のことである。サイコマンテウムっていう方法もあって、鏡の中の自分と見つめ合うと、幽霊が出やすいっていう話もあるので。幽霊出るよ、幽霊出るよ、幽霊出るよ。2時45分だよ。怖い感じはしないよ。その通りです。2日目、心霊現象を撮影するため角由紀子はゲストに集まってもらった。はい、本日は俳優の石田一生さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。石田さんは現在、非常に波乱万丈な人生を送られておられまして、スピリチュアルにも大変興味をお持ちだというお話を伺っておりましたが、心霊現象に関してはいかがですか？はい、心霊現象についてはあまり多くはないんですが、特に一番幽霊というか不可解だった出来事、多分心霊に関することなのではないかなと思うんですけれども、僕が21、2歳ぐらいの頃ですね、今からかなり前なんですけれども、ちょうどドラマの撮影をしてまして、その現場とホテルとの往復で毎日いたんですけどもね、でその日も普通に現場が夕方、そうですね、夕方でもね、夜8時、今ぐらいの時間、8時9時ぐらいに終わって、電話で何気ない話してたんですよ。で今だったらずっと電話つないでホテルに入っても、つまり高層ホテルなんですね。高いホテルですよね。40何2、3階がフロントで、そこから上が部屋みたいな。ああ、そこがフロントなんですね。そうなんですよ。めちゃくちゃ高いところにフロントがあって、当時高層ビルって電波悪かったんですよ。なんかそうですよね。エレベーターとかもすぐ途切れちゃうとか。そう、エレベーターの音普通プープーみたいな。で上の方行くともう繋がんなくなっちゃってたんですよ。こうすればなんとか繋がるみたいな。セレブたち大変だったんですね、じゃあ。ですよね。なのでちょっとこれ俺ホテル着いたから一回切るわって。でホテルの電話から部屋の電話からかけていいって携帯に。いいよ全然。でちょっと後でね、プチって切って。
タクシー降りてで部屋の電話を取って、はい、一応携帯見ながら浩司君のうん、番号にかけたんですよね。で普通にかかってもちろん、はい、でああそう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 みたいなでどうでこうでどうでこうでみたいな話をしてたら、はい、だんだん浩司君の声が遠くなっていくわけですよ。ほうほうほう、スーッてなんださなんだうんシーン切れたな。もし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 つって女の人がはい、カットインしてきたんですよ。あ、もしもしってあそうもしもしうんもし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 伊勢君、って呼ばれたんですよ、うん、突然。知り合い？知り合い？ごめん誰？ともみ友達だと普通に。あ、友達、はい、はい、友達うん、っていうかさ、なんでうちの部屋の家の番号知ってんの？確かってなって、に、僕ともみちゃんの携帯は知ってたんです。うん、うん、家の番号とか家の電話が鳴ったと。うん、だからどっからどうこれ混戦ですか何ですかこれ。僕未だに分かんないんですよ。向こうの気持ちが強かったとか、一星さんへの友美ちゃんのなきにしもあらずかもしれないんですけど、はい、あ機械的なことではないですよね。だって知らないしかけてないし、ともみちゃんと一通り話し終わって「ごめんちょっとじゃあかけ直すね」とりあえずね、つって切ろうとしたら「もし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 伊勢君伊勢君」つって今度浩司君はい、 「誰今の?」っえ、てなって「はいや全然わかんねえんだよ」つってずっと聞こえてたんですって。い、何怖い。でもねその時に僕パッて顔上げたんですよ。はい、なら摩天楼まあガラス張りなんですけど、はい、それいっぱいの顔、え、そういう顔はは、バーみたいな感じになっちゃって幽霊がいたってことなんですか？顔見ましたね外から。じゃあいろいろ重なってますね。なんか線香の匂いしません？あ、めっちゃお香の匂いしてきた。ここそうなんです、そうなんです。お香がするんです。あ、そうなんですか。はい。それは来てるサインです。その直感的にはどう思われたんですか？生き量ですか？亡くなった方なんですか？痛いな。うん。痛いっていうのはそれ今何されてるんですか？ちょっとやっていいですか。はい、こうされましたよね。あ、つねられてますね。はい、手の感触がありました。なんかむにゅって。新宿のビルかどうかわからないですけど、はい、その高層ビルで亡くなられた方の怨念が急にこう集まってきたみたいな。ふわっときたのかなとかって思いましたね。うん。お。はい、目が合っちゃいました。あ、マジですか。どこにいました？カメラの後ろのホワイトボードの前あたりです、ね。何がいました？男の方ですね。背の高い。いや、今日は本当に怖い話をありがとうございました。ありがとうございます。僕もなんか今すごく一連のなんかその怪奇現象に立ち会った気がします。かなり来てたと思います。ね、すごかったですね。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今回は新事故物件2にご出演された海老野心さんと、岡室さんに出演された石川カレンさんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。お願いします。これからさらにブーストかけてこっくりさんを行おうと思っているので。有名な、いや、されたことありますか？ないです。初めて。もう絶対にもう避けてきました。やっちゃいけない人だっていう名前で知っててやっちゃいけないと思ってたからルールも何も知らないです。じゃあちょっと今から私と一緒にやっていきましょう。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こっくりさん、こっくりさん、どうぞお入れください。もしおいでになられましたら、はいへお進みください。ありがとうございます。今何歳ですか？4歳？
お名前を教えてください。え？部屋？どこにいるかじゃなくて名前？お名前、お名前、お部屋さんですか？今いる場所だよね、これ部屋って。寒い。寒いね。なんか腕の方が寒いです。めっちゃ冷たい右手。今何人いますか？話しちゃダメ、話しちゃダメ。今何人いますか？今何してほしいですか？今何してほしいですか？めっちゃ揺れてる。ホワイトボードめっちゃ揺れてます。今何してほしいですか？あなたたちは死んでいますか？生きてる人ですか？死んでる人ですか？今何人いますか？今何してほしいですか？今何してほしいですか？めっちゃ揺れてる。ホワイトボードめっちゃ揺れてます。今何してほしいですか？あなたたちは死んでいますか？もう一度お名前を教えてください。と。とに。とにの。とにの。とにのへ。とにのへ。とにのへふ。み。我々に何してほしいですか？私たちに何してほしいですか？伝えたいことはありますか？今何人いますか？部屋にいるの？男。男を。な。男を泣け。泣いてください。泣いてください。大悟音立てました。大丈夫。話しちゃった。大丈夫。続きましょう。男を泣け。男を泣け。どういうことですか？どういうこと？時計が飛んだ。ねえ、わかんない。4歳の子なの？なんか私たちに話したいことある？よう。ようこそじゃないの。
陽子男。陽子男？どういう意味？どういう意味？陽子男？マジで寒い。本当にちょっと右手が冷たい。どういう意味ですか？男性なの？いいえ。女の子？亡くなった人なんですか？はい。陽子さんが？どうしてほしい？どうすれば怖いの取れそう？今何人いますか？はい、では2日目の、検証と言ってみます。うわー、いろいろ符合して怖い。いろいろまあ、してるんです。鏡から水が出てくる現象、鏡の前にいる少年、鏡の中に入った少年、今まで聞いてた話が今の映像で全部つながりますね。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。もしおいででしたら、はいの方お願いします。はいのお進みください。ありがとうございます。あなたは陽子ちゃんですか？名前何ですか？名前何ですか？リカさん。わスワオんスワオンスワオんスワオン今どこにいるんですか？意味ミミクよミミクよ
ヨタの切れシム。続けて大丈夫ですか？怒ってないですか？ちょっと待って。待ってね。どこだ？もうガチャガチャですね。さあ。ボールだ。ちょっと待って。何のボール？ボールだ。ボールだ。こっちのここら辺が上なんだよね。上が鳴ってますよね。こっちは扉ですね。ここら辺で鳴ってる。鳴ってますね。ここの辺ですね。でもボール落ちてきたのこの辺ですよ。ボールは車椅子のとこです。こんなボールどこにあって上にないよね。ないと思うんですけど、この辺から落ちた感じがしたんですよね、ちょっと。ないよ。そうなんですよね。で昨日も見てない。見てない。これで遊びたいのかな。いい？触っちゃって。触っちゃっていいです。それで遊びたいのかもしれないです。でもそれ何のボールだろう。ボールだ。鏡の中の少年のお知り合いの方いらっしゃいますか？少年の遺体の場所を教えてください。鏡の中の少年の遺体は世田谷のどこにあるんですか？もう一度教えてください。宮市宮市宮市だ。宮市宮市だ。宮市だ。
次の方、お名前を教えてください。じゃあ手出せる人、今から一斉に出しましょうか。あ、そうですね。いきますよ。3、2、1、9で出しますね。3、2、1、9。誰か反応してください。これまで起こった現象を調査するため、各界のスペシャリストを招集した。これはトリックでなんかこう演出できるんじゃないかとかいう方々が多いので、今日は奈美子さんにいろいろご検証いただきたいなと思っているんですけれども、もしこれは手品でできるという場合はこれはできますねということで証言いただきたいなと思ってます。はい、わかりました。はい、奈美子さん、この間こっくりさんをやっていた時にこのバーがわさわさわさって揺れたんですよ。バーが揺れた。はい。動かすとしたらじゃあ紐かなんかでやっぱりつなげるんですか？なんか見えにくい紐みたいなもので。もう最初から映像を撮るっていうのが目的だったら、その映像カメラでは映らないものだったり、もしくはもう最初から映っちゃってもいいけど、後から CG の処理をするなりして、動かす動力となるものを消したりとか、そういうやり方をしてそう映像を作ることはできるとは思うんですけど、もうここがつながってるところであれば多分揺らせる。揺らそうと思ってこんな感じです。でも全然音とかも違う気はしますけど、もっとわさ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 っていう音がわさわさわさ。多分この奥がつながってる。でそこに人が入るスペースは確認したんですけどなかったんですよ。開けられたと思います。人がやるとちょっとかさばるっていうか、人がやるとかさばるので、機械仕掛けだったりとか、そのリールだったりとか、その何か引くような引きネタというか、こうリールでね。でも誰かどこかに人がいないとできないってことですよね。リモコンに反応する機械とか遠隔で何かがあればできなくはないとは思いますけど。なるほどなるほど。今バンとかなるんですよね。この時計がここがこういうふうになっているだけなので、多分これはこういうフックになってるんですけど、こうなってるんですけど、まあこれをここにしっかり引っかかっちゃうとこうならないですけど、こういうふうにやっといて、弾くようなもの、リモコンとかで押すとパンってなったりとかするものがあればできるんですけど、普通だとマジシャンがそれを処理をして見えなくしたりそのバンってなったものをどうにかして処理をするんですけど、ここに人が入る隙間はとりあえずはない。人間は入れないですけど、何か機械的な何かを入れれば、まあ不可能ではこういう揺れなので、こういう揺れってことはこっちかこっちかからこういうふうにするか、もしくはこっちから何か力を加えてこういうふうに動くっていうことも。その場合リモート車どれぐらいの遠隔作用が通用するんですか？例えば隣の部屋ぐらいからやるものなのか。隣の部屋からでも今リモコンすごい強いのがあるので、ただやっぱり壁があると鉄の壁とかには弱い。ちなみに隣の部屋はなくてですね、やるとしたら下に車を置いて4階まで飛ばすっていう形になると思うんです。車か何か下に
人がいて、あとはこっちの窓の外とかちょっと覗いてみてもらって。はい。結構何にもないですね。よし、これどかしたいんですね。あ、ごめんなさい。はい。壁です。何もない。そっちの通りですね。ドトールがあったのそっち側です。はい。はい。何もない。Bluetooth とかだと、距離はすっごい飛ぶんですけど、なるほど。でもこういう鉄の壁とかがすごい弱いので、普通だったら何メートル、本当に大きい宴会場の端っこと端っことかでもリモコンでつながるんですけど、ちょっと一回壁があったりするともうつながんなくなっちゃったりとかするので。なるほど。多分私がマジックで監修してこれ動かしてくださいって言われたら、もうここ絶対触んないでくださいって言うのでもう絶対触んないでくださいってもうやめてくださいってもう立ち入り禁止ってなるけど、めっちゃなんか今別に触ってもいいですよって言われてるから、こんなに触っちゃったら多分もう私がやるんだったら無理です。触られたくないです。マジックはやっぱり誰かが何かをしないと、種と仕掛けを人間が人的に作ってやらないと起こらないので、たまたま偶然マジックっぽい現象が起こっちゃったってことはあると思うんですけど、何かがあったきっかけで何かが出てくるとか、何もない時に出てくるとかだったらそういう自然現象、生理現象だと思うんですけど、何かその高齢術をした時に出てくるっていうので人為的に何かやってないのであれば、なるほど。ちなみに幽霊物件だったり事故物件っていう現場に立ち会われたことはありますか？事故物件といいますか、やっぱり孤独死しちゃった物件とかはありましたね。そこで何かこう心霊現象が起きたですとか、そういうエピソードを聞いたことあります？いや、あまり警察としては幽霊がいるっていう前提で事件とか進めちゃうとまずいので、そうですよね。もういない前提でやってるので、大体信じてない人が多かったりしますね。ああ、やっぱりそうなんですね。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。横澤ジョージさんの簡単なプロフィールをお伺いしたいんですけれども、ここでは嘘をついてる人の特徴的ななんか身振り手振りとかってありますか？やっぱり目が泳ぐのが一般的ですよね。横澤さんの目はこれは泳いでいると言えます？いや、もう今は全然普通ですね。泳いでない。それは何かって言った時に、夜中ここは誰もいないのにわざわざ嘘を言ってたら多分ちょっと挙動がおかしかったりとか、セリフを言ってるような声が聞こえたので、それで開けました。自然ですね。はい。真っ暗なんです。なるほど。富山さんは元警察官で辞められた後にスチールカメラマンとして今活躍されていると思うんですけれども、カメラマンとしての視点からこれらの映像を見て何か不自然な点ってありましたか？ネットではホログラムじゃないかとも言われているんですけれども、さっきの手とかがホログラムだとしたら、やっぱりその投影する何か光源がなきゃいけないと思うんですよ。ただそのカメラは全部ナイトショットとかで多分撮ってたと思うので、もし光源があったらその光を全部拾っちゃってると思うので、他のところになんか光が入ってたりとかは絶対わかると思うので、今の技術だとやっぱり空間に出すっていうのはできてないじゃないですか。まだなんか反射する物体がないと、だから何もないところにホログラム出すっていうのはそもそも無理なのかなとは思いますね。板橋さん、ここに来るにあたっていろいろとちょっと調べていただいたそうなんですけれども。そうですね、簡単ではありますがちょっと調べさせていただきまして、もともとこちら1966年に建てられているマンションということで、そうは言っても築古いっていうのもあったので、自分の中で勉強させてもらったのは、いろいろとこう
多分リフォームだったりとかリノベーションだったりとか、もっと言ったら建て直しとかを、多分いろいろ経てるとは思うんですけども、それで思ったのは、鉄筋コンクリートで今作られてるんで、そういう部分でのその耐震基準とかそういった部分を総合的に見てちょっとすごく私の中で思ったのは、意外と賃料が取れる、ビルなんだろうなっていう印象を受けたっていうのが正直ありまして、もともと闇市だったということなんですけれども、そういった土地柄とかも値段にはあんまり関係してこない。そうですね。ただ強いて申し上げるとしたら、じゃあそこのビルに関してもそうですけども、例えばどういう使用の仕方とかもそうですし、じゃあこの物件だけがじゃあ悪いのかではなくて、単純に、先ほど言ったように場所もそうですし、あとは、例えばじゃあ資産価値を決める基準の一つとしては、中にじゃあどれだけ入居者が入ってるかとか、テナントさんが入ってるかとかにもよって資産価値ってこれ結構決まったりするんで、場所にじゃあ闇市だから低いとかそういうのはあまり関係はないかなというのはありますね。じゃあ心霊現象は基本的には関係しないっていうそこまことでですじゃあ何か原因でっていうのは、当然ですけど、ただ下げる理由が何かっていうので、こういうのも出ますよとかこういうのですよっていうのを言ってしまった時にじゃあいいですっていうのは当然じゃないですか、人間の心理的に。じゃあ事故物件はやっぱり人が入居してもすぐ出てしまうっていう傾向としてはあるんですか？それはそういう現象が起きてしまうのであればですよね。でもそういうのはね、なるべく扱いたくはないって言えばあれですけど、でも仕方ないっていうのも当然あるのかなって思いますね。結局人の精神に関わる部分なんで、っていうのは思いますけどね。まずこちらに来られて何かこう気づいた点とかありますか？気づいた点ですか。もうとりあえず自分で真っ黒く塗ってるんだなっていうのと、あと、天井周りとか全部あれですよね、プロの方ではなくていろいろ作ってるなっていう印象ですね。手が加えられているという印象。はい、じゃあちょっと気になるところから見ていきましょうね。指摘もあるので。確かに中すぐコンクリでは多分ないんですね。ほんの少しスペースはあると思います。そんな人間が入れるほど大きいスペースではないと思うんですけど、あとこれがちょっと気にはなる。なんでしょうねそれ。これ後からなんだろうな、これ材質なんだろうな。過去にここ穴開いたりとかっていうことはない。なるほどなるほど、漏水止めたのか。かといって今だからそれがすぐパカって外れるものではない。外れるものではないですね。ないですね。人がパカッとこう出てくるような場所はないですよね。ないですよね。うわ。そうですね。この今ちょうど穴開いてるこっち側っていうのが要は本当の壁。奥ここの部分っていうのがちょっと音が分かりづらいんであれですけど、これが本来の壁の音。でこっちが後からこのプニプニの取ってつけてる壁っていう感じですね。なんだろう。なるほど。これの下のこの隙間から向こうの要はコンクリの壁。何センチぐらいありますか？これちょうど10センチ。10センチ。10センチには。ジャスト10センチの。10センチの人劇団員いないですね。いないですね。鏡から水が出るんですけど、この間も水が出た時はこの
ちょっと破れている場所があって、あとありますね。はい。そこを中心には出てました。ただ全部破れてましたよね。これが果たしてどっからどこまで続いてんのかが見たいですね。マジか。これが鏡からずっとホース続いてきて、ここで切れちゃってます。ってなると水が出たとしてこっち側から流れてきてないとこっちからは上がらないんで、これがどこ行っているのかがちょっと知りたいんですけど、あ、これだ、こいつだ、こいつだ。なんだこれ。でコンクリとこの詰め物の間に挟まれてずっと向こうへ向かってる感じですね。穴開いちゃってはいるので、だからどっちからも水がいかないんですよね。ほらもうこれうわ本当だ。絶対うわ絶対無理だと。無理ですね。嘘。うちらさ、だってさ、まあ何らかのね、ビルに溜まった水が落ちてきてんじゃないかって。いや違うっぽいですね。引くんだ。あ、そういうことか。ほい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 。よっ。中でもスペースはそんなないですね。もう結構荷物がいっぱいっていう感じです。今カメラ上、今その水が出てきたコードあるじゃないですか。そこに向かいたいんですけど、そこはもう壁で埋まってるんですよね、コンクリで。そっちに行けない感じです。そっちではないってことか。失礼します。あれ、そっち側まで続いてはいるんですね。でもこれ当時このまんまですよね。中荷物なかったりとかはないですもんね。もともとワンルームなので押し入れという感じです。ああ。これ窓だ。だから例えばで言うと風が入ってきてバタバタバタってなる可能性はあるじゃないですか。いやこの音じゃないですよ。ない。まあこの音でした。こういう感じですもんね。物がなんかいっぱいあってそれがバタバタ揺れてっていうのは考えたんですけど、ここ養生で綺麗にやっこいもんが埋まってるんで、物叩いてどうこうっていうわけでもないんですよね。ここがちょうど音がなんか鳴った真裏になるわけですよね。コアな部分です。モニターがあったりとか。いやでも養生物があるんで、これがでもこれがもし思いっきり揺れたとしたら、でも違うですよね。どこどこ叩かれてる感じだったですもんね。人為的にやりようあるのかっていうと、正直ないですよね。3日目、角由紀子は覚悟を決めた。めっちゃおこの匂いする。めっちゃおこの匂いする。本当ですか。うわ、これすごい。今日一ですね。やっぱちょっと怖いですね。これもうめちゃめちゃ来たよ。うわ、これはすごい。めっちゃくちゃ頭痛いです。大丈夫ですか。はい、頑張ります。ちょっと幸せ気ぶりの
あ、大丈夫です。すごい。あ、すごい。あ、本当だ。いや、今今日一ですね。そうですね。てか、びっくりした。え？どうした？すいません。なに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 ？え？誰？びっくりした。誰？すいません。誰？私何もしてない。誰かいるの？てか、びっくりした。え？どうした？すいません。すいません。なに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 ？え？誰？びっくりした。誰？びっくりした。ここは何もないし。今声聞こえた私。うーって。でも誰もいないよね。いや、頭痛い。私も頭痛いです。なんか締め付けられてる感じします。誰もいない。お、血の気引いてくんで。叩きましたよね。え？はい、時間は10時45分。今から、オーナーの横澤さんとこっくりさんをやろうと思うんですけれども、正直もうすでに幽霊が集まってきていて、ここの現場はものすごい線香の匂いと、先ほど、後ろからものすごい音で壁を叩く音がしました。で、正直手が震えてるレベルで今高まってます。約四半世紀ぶりにこういうことをやります。僕はカミングアウトしますと、四半世紀前に劇団員のある子がここでスクエアという高齢術をやってから、白い少年が出始めたっていうのが事実です、はい、なんかもう今もちょっとビビって噛んじゃってますけども、すごい音でしたからね。はい、いきますか。いきますか。はい。私と一緒に言ってくださいね。はい。こっくりさん、こっくりさん。ちょっとどうぞお帰りくださいって言ったの。どうぞお帰りください。ちょっと今続けられなかったかも。いや、ホワイトボードも入れてます。はい。こっくりさん、こっくりさん。ちょっとどうぞお帰りくださいって。こっくりさん、こっくりさん。ちょっとどうぞお帰りくださいって言ったの。はい、どうぞお帰りください。10人ぐらいいませんでした後ろ。 10人ぐらいいると思います。いや、もうすっごい頭の痛い。頭痛いです、私も。頭痛いな、本当に。頭痛ですね。どうします？もう一回やります。もう一回行きましょうか。はい。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。おいでください。もしおいででしたら、はいへお進みください。すっごい動きますね。お名前を教えてください。坂倉さん。坂倉。いいですよね。坂倉美奈。坂倉美奈さん。坂倉美奈さん。なんか我々にしてほしいこととかありますか？ひかふ。
ひかふですね。はい。なんか下に行くような力、ふですかね。いや。増やす。増やす。増やす。かですか。かだと思います。増やす。中か木。仲間じゃん。増やす仲間。仲間って誰ですか。仲間って誰ですか。お名前を。お名前をお願いします。はい。お名前を教えてください。お名前を。お名前をお願いします。はい。違うよ。仲間って誰ですか。なんか言ってましたね。言ってましたね。手。どこ。言ってましたね。手。打ちつけてるので。あ、こっちは打ちつけてる。そうなんですよ。なんかちょっと動かせない。ここは打ちつけてるので動かせないけど、下に誰かがいることは不可能ですね。手を出すとしたらこの辺に潜んで。そうですよね。こうやってやるってことですよね。で我々今7時からいるので、約6時間ずっとここにいて今のタイミングまでやってなきゃいけないことになります。いや、いないもんね。あ、そうですね。このメモですね。そうですね。はい。少年について知ってる方、お話聞かせてください。誰かいますか。鏡の中の少年について知ってる方、誰かいますか。来たらはいの方に行ってください。名前を教えてください。砂か砂川さん。鉄。砂川鉄さん。男性ですね。鉄さん。てっちゃんって呼んでもいいですか。書いちゃってますよね。水あ、水だ。うわ。あ、すごい。はい。あ、でもやっぱりこの破けてるところから出てますね。この破けてるところ起点に出てます。ただこっちは破れてないですね。ここからも出てますよね。ここは破れてない。
と今水少ないんでちょっと出るかどうかわかんないですけど、かな。ああ、1900、2000、2190、2002。はい、2300。それって何なん？2390。水道の水よりもっと汚れてる水ってことですね。だから汚れすだら、お水ですね。すみさん舐めたことある。だから水道水で300なんでそれ以上だから汚れてるだから雨水とか、じゃ汚れてる水だから仕込んで流すような水じゃないですよね。そうそうそう。水道水をひねって出したやつではない。でも桁が違うじゃないですか。鏡の中にいる白い少年を知っている子はいるかな。その子は何をしてもらいたいんだろう。供養。どうすれば供養できるのかな。狛犬？狛犬ってなんだろう。狛犬。狛犬。神社のこと？神社は誰が行けばいいの？すみさん？私？どこの神社？そう、どこの神社？ホワイトボード言ってますね。ホワイトボード入れてる。は？ラですね。わからん。赤。いや。若林。若林。若林って言ってた。若林ってあります？ありますあります。もうすぐ近くです。そのやつです。鏡の中の少年の名前を教えてください。てっちゃんがてっちゃんが鏡の中にいる人？手です。手が映ってます。今ここに同じひなたのところに。ライトつけていいですか？取れてます。どこですか？あ、ここの今のこの隙間。今います？もうなくなりました。今引っ込みました。ごめんね、じゃあライトつけてたから。ごめん。取れました。やれと。やれと言われたから。ありがとうございます。
手です。手が映ってます。今ここに同じ日向のところに。あ、手です。手が映ってます。今ここに同じ日向のところに。ライトつけていいですか？撮れてます。てっちゃん、私に神社に来るように言ってたけど、なんでですか？なんで隅って言ったの？かわいい。かわいいのかな。これちょっと。ずいぶん混ぜてるね。ありがとうございます。てっちゃんの世界でもやっぱりすみさんかわいい。はいです。よかった。お参り行くよ。最後にちょっとだけ姿見せてください。本当お願いばっかりでごめんなさいですけど、よろしくお願いします。お願いします。びっくりした。てっちゃん？てっちゃんだよね、今のね。ありがとう。ありがとう。ありがとう。電気つけて。ほら。座ってる？あれ？なんないよ。てっちゃん、そこ座ってるの？今すごく分かったよ。分かった。精一杯あれかもしれないですね。ありがとう、てっちゃん。疲れたよね。うわ、真っ暗。てかお賽銭の場所あるのかな。行ってきます。狛犬ってどこだ。狛犬。あ、これか。てっちゃん、お参り来たよ。お金渡しそうはないけど。これがこの場所で起こった現象である。こっくりさん。あ、手です。手が映ってます。びっくりした。違うよって最初に聞いた印象通りではあるんですけれども、最初の「ち」がもしかしたら「ぎ」に聞こえるかもしれない物音じゃないですね。はっきりとそのなんていうのかな、流れができてたんで、単発の「あ」と「わ」とかだとちょっと物音かなと思うんですけども、流れがあるんでやっぱ人の声かなっていう気がします。コップ入れるね。でもしてない。It just looks too blended. It looks too, nothing sticks out. Usually with CG, especially like not like super expensive CG, you can tell. There's some sort of tell. But this is just too blended together.
TGJ はハイレベルの作品、ハイレベルの映像。ハリウッドホリウッドの。いや、本当にホリウッド。